こんにちは、講師です。今回は安全な食べ物選びについて話していきます。以前 Vlog で話した気がするのですが、ビーガンレストランでご飯を食べている時に、隣で座っている家族の会話が聞こえてきて、子供がアレルギー体質で、こういうところだとアトピー出ないねみたいな話が聞こえてきたことがあったんですよね。ファーマーズマーケットなどの食材店やさっきのレストランなんかで見かける子連れの親は、そういった子供の健康への配慮から食材の安全性を結構気にしているんだと思うんですよね。実際子供のアトピーやアレルギーがかなり増えていますよね。増えすぎですよね。添加物、農薬、遺伝子組み換えなどを気にされている方も増えているかもしれないですね。私自身もアレルギーの一種であるジンマシンを食事で改善させた経験がありますし、まさに異食同源で食べ物が体に与える影響の絶大さに気がついている人はもしかしたら増えてきているし、そういった情報を求めている人は結構いるんじゃないのかなと思います。そこで今回は私が普段どういうところで食材を買っているのか、どういうところで外食しているのかなどを話していこうと思います。まずは食材選びに関しては、直接食材店に足を運ぶ場合はファーマーズマーケットや道の駅みたいなところやイオンやコストコ、朝市が多いです。 Google マップでファーマーズマーケットと検索することが多いです。他にもオーガニックや自然食品店などと検索しても出てくることがあります。ネットで食材を購入するときは楽天や Amazon、iHerb が多いのですが、基本的には検索で無農薬、無肥料、オーガニックなどと検索していい商品がないか漁っています。そこで気に入ったショップが見つかった場合、そのショップで買い物していろんな商品を試す傾向にあるのですが、例えば楽天だと粉に砂糖 .com、コーヒーだと最近は海の向こうコーヒーで買い物することが多いです。最近見つけたのですが、スパイスや調味料なんかはシェフズチョイスが良さそうです。よかったらチェックしてみてください。私のチャンネルではこのような健康に関する情報を発信しています。チャンネル登録すると私の動画をいつでもすぐに視聴できるし、最新の投稿を見逃さずにチェックできます。それで実際に使ったことはないのですが、ファーマーズマーケットなんかは独自の通販サイトを持っていることがありますよね。例えば愛知だと春楽膳、東京だとナチュラルハウスは結構有名だと思います。そういったところで購入するのもありだと思います。続いて外食はどうしているのか話していきます。私の場合の選び方ですが、少し前まで完全なビーガンだったのですが、今でもビーガンのお店に行くことがほとんどになっています。ビーガンオプションがあるお店よりビーガンをコンセプトにしているようなお店の方が食材や料理のクオリティが高い傾向にある気がしていて、無農薬野菜やオーガニックの食材などを積極的に料理に取り入れてくれています。ビーガンではない方でもビーガンをコンセプトにしているようなお店はおすすめですね。お店をリサーチするときは Google マップでビーガンと日本語と英語それぞれで検索してみたり、ハッピーカウというアプリでベジのお店を検索してみたりします。よかったら皆さんのおすすめのお店などがありましたら、ぜひコメント欄にて教えてください。それで実際にそのような食材にこだわったお店に足を運んでみると、普段買い物や食事をしているところより値段が高いなと感じるはずです。都会に行けば行くほどお店で買おうとすると高くなる傾向なので、生鮮食品などは特に家計に響くと思います。最近では宅配野菜やメルカリなどで無農薬などの野菜が入手しやすくなっていますし、都会では広場や公園なんかに農家さんが出張して出店してくださるマルシェを開催していることがあります。道の駅も野菜が安く売られているのをよく見かけます。あとコストコもオーガニックの食品食材が置かれていることが多いです。私の場合ガソリンを入れるついでにお得に買い物ができています。人は食べ物でできているので、日頃から少しでも健康に投資して食生活に気をつけることによって将来的になるはずだった病気を未然に防げるかもしれないし、現時点での体調やパフォーマンスの向上には間違いなくつながるはずなので、確かに節約も大事なことですが、自分への投資も必要なことだと思います。バランスが大事ですね。普通のスーパーなんかに置いてある子供がよく食べてるお菓子は砂糖が多いし、添加物なんか用途がよくわからないものまでいろいろ入っていることがほとんどですが、ぜひ今までの話に出てきた食品食材店に足を運んでみて、安心安全で美味しい食べ物を見つけてみてください。はい、
おまけです。雑談です。ですね、私ですね、今京都には住んでいないんですけれど、ちょっと京都に戻る機会があって、でちょっと宿泊しようと思って、でどうせ宿泊するんだったら1回ぐらいグッドネイチャーホテル泊まりたいと思って泊まってきたんですよ。結構安い時に泊まってるんですけれどその時ね動画撮ってなかったんですけれど、写真にはいくつかちょっと収めてますので、ちょっと紹介していこうかなと思います。でここはサステナブルとかエコにすごい取り組みをされているホテルで、ロビーに入るとこういうプレート、今画面に出てると思うんですけれど、プレートが置かれていて、アメニティ有料化とプラスチックゴミ削減に向けてっていう風に書いてあって、すごい、取り組んでるのが、伝わってくるようなプレートですよね。で、部屋に入ってみると、もう部屋入った瞬間に、なんか玄関すごいいい香りがして、手洗い場の水道もお湯を流すとなんかすごいアロマの匂いがして、ホテルの人に何の香りなんですかって聞いたんですけど、わからないっていう風に言われちゃって、グッドネイチャーホテルの3階だったかな、3階にグッドネイチャーステーションっていうところがあるんですけれど、そこでこれね、アロマオイルが買えるんですよ。これね、こういうアロマオイルが売ってるので、グッドネイチャーホテルのその1階の入り口入ったところと、あとロビーなんかで使われているアロマオイルがこのアロマオイルと同じものだそうです。でその入って左手に、普通だったら冷蔵庫の上とかに水が置いてあるコーナーなんですけれど、そこに水筒とあとアルミのボトルが置いてあって、でこのアルミのボトルはペットボトルを使用してないっていうことで、アルミのボトルが置かれていて、この水筒何に使うのかっていうと、ホテルの部屋の前の通路の1箇所にウォーターサーバーが置かれてまして、そこのウォーターサーバーの水を自由に汲んで部屋に持ち込んで飲めるようになっているみたいです。こういったものを使えば、ペットボトルの水をわざわざ買わなくてもいいので、環境への取り組みにもなりますよね。でこれ風呂場ですね。風呂場はこのなんかすごい高級感があって、シャワーがさ、雑貨好きな人は多分知ってると思うんですけど、シャワーヘッドこれグローエですよね。でそうこれちょっと面白かったんですけれど、ゴミ箱が分別できるようになってるんですよ。ゴミ箱が分別できるようになっているんですけれど、何も書かれてないんですよ。これは多分宿泊者を試しているんじゃないのかな、ではないと思うんですけれど試されているような気がしちゃいましたね。燃えるゴミと燃えないゴミと分別させるかどうかの意識調査を裏で行っているんじゃないのかなってすごい疑っちゃいましたね。で初日の夕ご飯はここのホテルの2階にビーガン太陽のレストランがあって、そこでお食事を楽しみました。で今回は安全な食べ物の選び方と、それからグッドネイチャーホテルに行った話の雑談をしてみたのですが、いかがでしたでしょうか。応援コメントやいいねボタンは動画制作の励みになります。チャンネル登録もよろしくお願いします。